石垣の博物館と呼ばれる城。築城当時の石垣、復元された門と石垣は、当時の姿を今に伝える。隠された金銀が今も眠っているかもしれない。ネズミ多門橋があるここは、石川県金沢市にある、金沢城です。奥に見えるのが、ネズミ多門です。なぜネズミなのかは、後で解説するので、少しお待ちください。金沢城は、令和6年、2024年1月1日の能登半島地震の被害を受けています。令和6年、2024年9月時点で、崩れた石垣の修復をしていました。そんな金沢城を深掘りしながら見ていこうと思います。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。ネズミ多門橋のところに、能登半島地震による立ち入り規制のお知らせがありました。石垣が何箇所か崩れてしまったようです。金沢城は、石垣の種類の多さや美しさから、石垣の博物館と呼ばれるそうなので、修復を頑張ってほしいですね。修復後にまた来てもいいかもね。そうですね。金沢城がある石川県金沢市は、大体地図の赤丸のあたりにあります。金沢城は赤丸のところにあります。金沢駅から少し離れてるので、バスで行くといいと思います。今いるネズミ多門橋は、金沢城の西側、地図だと左側にあります。このネズミ多門橋は、発掘調査で確認された江戸期の堀底や橋脚の遺構を保護して、その上に整備されてるそうです。車道の上空の高さを確保するために、江戸期より小山神社側が約2メートル高くなっています。小山神社は、ネズミ多門橋の西側にあります。高くした約2メートルの高低差を解消するために、木製のスロープが設置されています。しかも、江戸期に存在しなかったことがわかるように、材料や衣装、塗装仕上げを現代的にしてるそうです。おそらく、この欄干の色の違いとかが、それだと思います。気づかなかったけど、確かに違うね。この色の違いとかではなかったら、すみません。ネズミ多門橋には、異なる年代の橋脚の痕跡があるそうです。そのことで、何度か掛け替えられて、明治期まで存在してたことが判明したとのことです。解説は橋の下の道にあるので、橋の上からだと、カメラのズーム機能などを使って読むことになります。この少し真新しい感じがあるネズミ多門は、令和2年、2020年7月に復元されたものです。できる限り、当時と同じ材料や工法を使って復元されたとのことです。釘を使わず、伝統的な木組みで組み上げる、木造軸組み工法が採用されています。復元に使われた木材はすべて国産で、そのうちの約 75% は石川県産の木材が使われています。ネズミ多門の通路の両側の石垣も、復元されたものです。元々の石垣は、明治17年、1884年に、門が消失した後に大部分が撤去されたそうです。発掘調査で数段分の石垣が見つかり、トムロ石が使われてることが分かったそうです。トムロ石は、城内の多くの石垣にも使われてるとのことです。また、石を隙間なく積む切り石積みで、石垣が積まれていたことも明らかになっています。石垣の復元では、旧材を積極的に活用したそうです。角が丸くなってる石があったけど、それが旧材ってことなのかな？詳しくはわかりませんが、そうなのかもしれません。金沢城の内側から見たネズミ多門です。金沢城公園ライトアップ？日没から午後9時までで、無料で見ることができるそうです。実施してるのは、土曜日と指定日ですが、なんと今日は土曜日です。今はこの周辺を見るだけにして、日没後にまた来た方が良さそうですね。下にライトみたいなのがあるから、この石垣もライトアップされそうだね。そうですね。ネズミ多門の正面の道は、立ち入り禁止になっています。道が整備されてるのは、当時の再現ということでしょうか？それとも、何らかの事情で立ち入り禁止にしてるのでしょうか？立ち入り禁止の先には、解説がありました。もみじ橋跡の解説です。江戸時代に、もみじ橋という木橋が架けられてたそうです。
こういう解説があるということは、以前は入れたということなんだと思います。さっきの立ち入り規制のお知らせを確認してみます。見事に立ち入り規制の場所だったようです。石垣の修復が終わってから、また来るしかないですね。ネズミ多門の解説は、城内にありました。ネズミ多門は金沢城の西側にあって、ネズミ多門橋で接続された、金谷出丸からの出入り口でした。金谷出丸は、現在の小山神社境内だそうです。ネズミ多門は、石垣の間にある大扉の上に櫓が作られる、櫓門形式の城門とのことです。屋根は鉛瓦葺きで、腰壁には生子壁が用いられていたそうです。腰壁は、腰の高さ程度に張る、別仕上げの壁のことです。ネズミ多門の創建時の記録は確認されていないそうです。でも、明治24年、1891年に、金沢の歴史家、森田平次が編纂した、金沢戸籍誌で、名前の由来について書かれてるみたいです。多門櫓を渡した門で、壁の色がネズミ色だったためネズミ多門と呼ばれたと推察してるそうです。多門櫓については、彦根城の動画で解説してるので、興味がある方は概要欄のリンクからご覧ください。令和6年、2024年9月時点では、ネズミ多門の中に入れるようになっていました。開館時間は、9時から16時半で、入館料は無料です。ネズミ多門の中には、さらに詳しい解説などがありました。今はこのくらいにして、西茶屋街に行って、日没後にまた金沢城に戻ってきましょう。そうしよう。日が沈んで、金沢城がライトアップされています。ここは、さっきのネズミ多門側ではなく、その反対側、東側の兼六園側です。実際にはもっと明るくて解説が読めますが、映像では読むのが難しくなってしまっています。ライトアップした金沢城もいいね。ここに来るまでライトアップについて知らなかったので、運が良かったとしか言えません。令和6年、2024年12月時点で、点灯開始時間の目安は、季節によって違うようです。春は18時から19時頃、夏は19時頃、秋は17時から18時頃、冬は17時から17時半頃だそうです。ライトアップは夜間開園とセットとのことです。夜間開園日以外の日でも、金沢城外周の石垣は、日没後から22時までライトアップされてるそうです。令和6年、2024年12月時点での情報なので、金沢城に行く際には、最新の情報をご確認ください。石垣の博物館と呼ばれるだけあって、金沢城の石垣巡りの案内がありました。石垣をじっくり見たいなら、昼間に来た方がいいと思います。石垣とか城好きなら、昼間に来て、ライトアップされた日没後にまた来るのもいいかもね。金沢城は、場所に応じて特殊な技術やデザインが工夫され、何度も修築が繰り返されて、多くの種類の石垣があるそうです。さらに、石垣作りの秘伝書、石を切り出した帳場、石引き道の存在など、歴史資料や環境が残ってるようです。そのようなことを合わせて、金沢城は、石垣の博物館と呼ばれるとのことです。ライトアップ。ここの門は、石川門です。石川門は、金沢城の絡めて門として、重要な位置にあるとのことです。裏門のことを絡めて門と呼ぶようです。絡めてが城の裏手のことで、そこに配置される門が絡めて門です。絡めてという名前は、野戦で敵の背後に回り込んで、逃げる敵兵を絡め取る場所であることに由来しています。この石川門は、昭和25年、1950年に、国の重要文化財に指定されています。石川門のマス型のところにある石垣は、左右で積み方が違っています。右側は切石積み、左側は荒加工石積みです。同じ場所で違う積み方は珍しく、明和2年、1765年の改修時のものと考えられてるようです。文化年間、1804年から1818年の文書には、左右違い分けて積むのはおかしいと記されてるとのことです。左側は荒い感じの積み方に見えるね。荒加工石積みだから、石自体が荒く加工されてるってことなのかもしれませんね。右側は石が隙間なく積まれてる。こういうぴったりした感じの積み方が、切り石積みなんだと思います。
映像だと暗くてわかりませんが、石川門の屋根瓦には鉛が使われてて、白く見えます。鉛が使われてる理由は、溶かして鉄砲玉に変える工夫とも言われてるみたいです。鉛と一緒に金銀を溶かして、財産を隠したという説もあるようです。その説が正しいとしたら、今も屋根瓦には金銀が眠ってるってことになるかもね。徳川埋蔵金みたいに、ロマンのある話になりますね。ただ、石川門は火災で焼失したことがあって、現在の石川門は天明8年、1788年に再建されたものです。再建した時に、金銀が入ってない屋根瓦にした可能性もありそうです。金沢城には解説もありますが、解説を見ながら城攻めするなら、昼間の方がいいと思います。こういう解説を見ながら観光すると、楽しみが何倍にもなるんですよね。でも、今回はライトアップが目的なので、こういう解説は少し見るくらいにしようと思います。映像だと微妙な感じに見えるかもしれませんが、実際はもっといい雰囲気です。実際に、ライトアップされた金沢城を見に行って、この動画との違いを感じてほしいと思います。宣伝目的みたいな言い方だけど、映像では伝わりにくい良さがあるよね。ちなみに、この部分を編集してる時点で、チャンネル登録者数は2桁です。こんな弱小とも呼べないくらいのチャンネルで、宣伝しても何の効果もないですよね。残念だけど、スクッチの言う通りだと思う。基本的に、この地図にあるルートを通ろうと思います。でも、さっきライトアップされてたところはルート外だから、いきなりルートから外れることにします。ここには、菱櫓、五十軒長屋、橋詰門続き櫓があります。五十軒長屋はこの長い建物だとわかりますが、菱櫓と、橋詰門続き櫓がどれかよくわかりません。そういうわけで、ちゃんと撮影できていません。菱櫓は、菱形に作られた櫓で、大手と絡め手を見張る、物見櫓としての役割があったそうです。現在の菱櫓は、平成13年、2001年に復元されたものです。調べた感じだと、この右側の建物が菱櫓のようです。ここの石垣も、違う積み方になってるみたいです。三の丸側、こちら側が荒加工石積み、二の丸側、建物の向こう側が切石積みだそうです。二の丸側の石垣は撮影してないので、比較できないのが残念です。この横に長い五十軒長屋は、二の丸最大の長屋で、二の丸や橋詰門周辺の警備の役目がありました。武器などの保管庫であり、非常時の城壁の役目も兼ね備えてたとのことです。そして、奥に見える背の高い建物が、おそらく橋詰門続き櫓です。橋詰門続き櫓は、二の丸の正門である、橋詰門を見下ろす位置にある物見櫓です。天守閣がない金沢城では、二の丸が政治の中枢を担ってたとのことです。菱櫓、五十軒長屋、橋詰門続き櫓、橋詰門は、中に入ることができます。中で繋がってるみたいで、入館料は共通になっています。入館料は、令和6年、2024年12月時点で、18歳以上の大人が320円、6歳から18歳未満の子供が100円です。営業時間は、9時から16時半で、最終入館が16時となっています。地図のルートに戻ってきました。すごく暗く見えますが、実際は映像より明るいので、安心して歩くことができます。ここには、鶴の丸休憩館があります。その鶴の丸休憩館の近くには、鶴の丸土塀の解説があります。これがそれです。どれ？おそらく、昼間に見る前提になってるので、夜に来るならライトがあった方がいいかもしれません。今回の撮影では、スマホのライトが大活躍しています。問題は、鶴の丸土塀がどこにあるかわからないことですが、中の構造を見ることができるので、わかりやすいと思います。ここは昼間に来て、ライトアップの時は通り過ぎた方が良さそうだね。そうですよね。鶴の丸土塀の解説の近くには、石垣の積み方の解説があります。
スマホのライトで解説は見える程度に映りましたが、石垣は暗くてほとんど映りませんでした。編集で映像の明るさを変えてみます。これが自然石積みです。これが荒加工石積みです。これが切り石積みです。鶴の丸休憩館を過ぎたところにある石垣は、荒加工石積みのように見えます。その石垣に向かって右側にある石垣は、自然石積みでしょうか？暗くてよく見えないと思いますが、石の積み方が違うことはわかると思います。向かって左側の石垣も、自然石積みのようです。自然石積みの間に、荒加工石積みがあるということなのかもしれません。そう思って調べてみたら、違いそうな雰囲気です。おそらく、この石垣は、東の丸北面石垣です。その解説によると、自然石や荒割りしただけの石を、緩い勾配で積み上げた野面積みとのことです。金沢城の初期の姿を伝える貴重なものだそうです。ただ、野面積みと自然石積みの関係がよくわかりません。別の解説によると、東の丸北面石垣は、自然石積みとなっていました。荒加工石積みに見えたところも、自然石積みということなんだと思います。これらの解説を合わせて考えると、野面積みと自然石積みはほぼ同じものなのかもしれません。間違っていたらすみません。金沢御堂の解説があるところに来ました。金沢城の歴史は、天文15年、1546年に創建された金沢御堂に始まるそうです。その後、天正8年、1580年に、織田信長の命を受けた、佐久間盛政が金沢城の築城を始めました。3年後の天正11年、1583年に、前田利家が入城しました。暗くて、どれが金沢御堂かわからないまま、先に進もうと思います。ライトアップの良さが映像だと伝わらないのが残念。暗い場所でも撮影できるカメラなら、もっといい映像を撮れたかもしれませんね。ネズミ多門の近くにある、玉泉院丸庭園では、音楽に合わせてライトアップがされていました。玉泉院丸庭園は、金沢城内の玉泉院丸に存在していた庭園です。明治に入って廃絶されましたが、平成になって整備して、再開園されたものだそうです。ここも、暗くて微妙な映像になってるのが残念だね。そうなんですよね。映像では伝わらない良さがあるので、実際に見に行ってほしいと思います。昼間に来たネズミ多門から出て、金沢城の観光を終わりにしようと思います。このチャンネルでの夜の撮影は、これが2回目です。1回目の、第95回花輪流島花火大会は、花火がメインだったので、今のカメラでも問題ありませんでした。今回はライトアップされた金沢城とその石垣がメインだったので、映像的にはいまいちになってしまったと思っています。今使ってるカメラの性能だと、これが限界だね。そうですね。深掘り旅としてどうだったかは、見てくれた方に判断をお任せしようと思います。ということで、今回の深掘り旅、金沢城はこれで終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。